今回は味方を守る警戒キャラ SP ファカールの解説です。まずおすすめのスキル獲得について、ランク1はどちらも使う機会が少ないので保留です。ランク3左側は単体のボス戦向けスキルですが、現状は必須ではないため必要性を感じた時に取得してください。ランク7左側は自前でクリティカルバフを得られる優秀な性能ですが、スキル枠の都合上優先度は低めです。こちらも必要に応じて取得してください。 SP ファカールは警戒スキルが運用の要になるため EX スキルはレベル3まで上げるのがおすすめです。スキルセットはこちらの警戒セットが汎用性があっておすすめです。強撃耐性で火力を上げ、沈着集中でエネルギーを回復します。自動回復と合わせて毎ターン3回復できるため、残りは SP マイサなどのエネルギー回復薬がいればコスト4の警戒を毎ターン使い続けることが可能です。ボス戦では警戒スキルの守衛矢を単体スキルの烈空矢に変更。エネルギーに余裕があるならそれぞれのスキルセットの沈着集中を飛躍に変えると最大火力が出せます。続いて主要なスキルの解説です。ランク3左側1ターンの準備が必要ですが、使用すると共同号令が発動し単体に 180% の物理ダメージを与えます。準備中に共同応答が発動すれば対象に 60% の追加ダメージを与えられます。共同号令持ちの SP マイサ、SP ヌンガル、イナンナと組ませれば合計で 360% の大ダメージを狙うことも可能です。ランク3右側味方1体に3回分の警戒を付与する SP ファカールのメインスキルです。警戒回数は突数に応じて最大5回まで増えます。射程が8マスと非常に長いため、敵陣へ突っ込んだ味方のカバーや近くのサポートキャラの守護など状況に合わせて柔軟に守れるのが強みです。警戒範囲は4マスで1回につき 70% のダメージを与えます。共同応答の際は警戒をつけた味方の4マス以内にいる敵へ 30% のダメージを与えます。ランク7右側即時スキルで使用すると解除まで移動できなくなる代わりに警戒が中断されなくなります。さらに攻撃、クリティカル率、クリティカルダメージがそれぞれ 15% アップする強力なバフがつきます。またこのスキルはシルエットスキルとして通常のファカールでも使用可能になります。通常のファカールは攻撃を受けると警戒が解けてしまう弱点がありましたが、このスキルでその欠点を克服できます。ランク7左側即時スキルで3マス以内にジャンプ移動できます。先ほどのランク7右側のスキルを使用中なら5マス先までジャンプ可能です。エネルギーを1回復しつつクリティカルバフも得られるため移動制限を補いながら戦える便利なスキルです。ただし次に紹介するランク11スキルを優先したいため、このスキルを入れるならエネルギー供給が手厚い編成にする必要があります。ランク11右側パッシブスキルで物理攻撃後に攻撃、ダメージダウン、パッシブ禁止のデバフを与えます。警戒で仕留めきれなかった敵にダメージ系のデバフが入るため守りたい味方の被ダメージを最小限に抑えられます。さらに警戒や共同応答などのターン外攻撃でエネルギーを最大で2つ回復できるため消費の激しい警戒スキルと非常に相性が良いです。シルエットスキル、敵の行動を中断できる警戒スキルです。基本の発動回数は1回ですが個性の効果で最大3回まで増加します。使う場面は限られますが最大3体の敵を足止めできる点が大きな強みです。次に SP ファカールの個性の解説です。星1から星5までの共通性能としてクリティカル率とクリティカルダメージが 20% 上昇し戦闘開始時にエネルギーが1回復します。メインスキルの警戒はエネルギーを4消費しますが戦闘開始時にエネルギーが補充されるため1ターン目から警戒スキルが使えます。また個性で共同応答を所持しており発動時には4マス内の敵1体に 30% の物理ダメージを与えます。 SP ファカールは突数が上がるごとに警戒スキルを使用した時の回数が増えさらに物理攻撃力とクリティカル率が上がります。 SP ファカールの個性の大きな特徴はクリティカル率の一部がクリティカルダメージに変換される点です。星1ではクリティカル率の 10% が星5では 30% がクリティカルダメージに加算されるようになります。
さらに星5の状態でクリティカル率が 100% を超えていると、追加でクリティカルダメージ 20% のボーナスもつきます。おすすめの凸数は、警戒回数が増える星3、または星5です。星3で警戒回数が1回増えて合計4回になり、星5になれば合計5回まで発動します。特定のステージ向けのキャラで使用頻度はそこまで高くないため、まずは星3を目指し、余裕があれば星5にするのが良いです。余裕がなければ、星1から星2でも警戒回数に物足りなさが出ますが使えます。次に、モチーフについて。モチーフ武器は、クリティカル率が上がる武器です。攻撃対象の敵4マス以内に任意の味方がいれば、さらにクリティカル率が上昇します。基本的には対象の敵から4マス内に味方はいるので、一番右側の合計値だけを見れば良いかと思います。星1の段階でミーティアクロスボウの 15% を超える性能があるため、クリティカルを重視するなら非常に汎用性が高い武器になります。続いて、おすすめ装備について。各装備のダメージ比較の目安は、それぞれこのようになります。いずれもクリティカル時のダメージで、クリティカルを持っても盛らなくてもダメージ比率は同じ感じです。なので、安定してクリティカルが出せるなら高いダメージが出せる装備をつけるのが良いかと思います。おすすめの武器は、イリアファイター、ヘビークロスボウ、モチーフ、ミーティアの4つです。英霊の注意点として、非ダメージアップデバフは、警戒などのターン外攻撃では発動しません。警戒構成ならイリアファイターボウが安定してダメージが出せます。ボス戦などで接近して戦う場合にはヘビークロスボウが一番高いダメージが出ます。クリティカル率を盛りたいならモチーフまたはミーティアという選択がおすすめです。おすすめの装具は盾、ハンター、マント、砂時計です。一番ダメージが出るのはディフェンダーのタレント効果でシールド時にダメージ 20% がつく盾ですが、刻印の使い回しが難しい場合は他の装具がおすすめです。ハンターは警戒で高い火力を出せます。マントは遠くから警戒を付与できる特性を生かして孤立しやすい状況を作れるならクリティカル率の確保ができます。タロットは状況によって使い分けます。警戒なら塔、ボス戦なら鳳凰、敵が多いなら悪魔、クリティカルなら正義、エネルギー不足なら運命。刻印は移動せずダメージを受ける機会が少ないため剣と効果がおすすめです。攻撃を受ける場面があるステージでは剣と灰に切り替えるのが良いです。続いて編成例とキャラの組み合わせについて。共同編成なら号令応答を持つ SP マイサ、 SP ヌンガル、イナンナ、モモ、ノノビアが候補です。これらを組み合わせると手数が劇的に増え敵が多いマップでも攻略が楽にできます。エネルギー支援なら SP マイサ、 SP イナンナ、ターイル、クリデンザ、ココア、ヘシアン。警戒メインで運用する場合貫突するまではエネルギーが1つ不足します。そのためパーティーには必ずエネルギー回復手段を用意するのが良いです。星3以上の SP マイサは応答を発動したキャラのエネルギーを回復できるため相性抜群です。クリデンザ、ココア、ヘシアンはエネルギー回復と同時にクリティカルバフも付与してくれるため火力の底上げに貢献します。警戒パーティーなら SP サマンサ、モモ、リラ、ファカール、アンナなどと組むと強力です。実際の編成例としては共同編成または警戒編成で組むのがおすすめです。共同編成ならこのような編成にすると貫通、物理、魔法、警戒、そして回復と必要な役割が全て揃っています。非常に汎用性が高く大体のステージはこのパーティーだけで攻略可能です。タイルを入れた警戒構成ではエネルギー供給が安定するため消費の激しい SP ファカールやリラのスキルを息切れさせずに使い続けることができます。クリデンザとサマンサを入れた構成では火力を極限まで高めた警戒パーティーで敵を次々と返り討ちにする運用に向いています。最後に SP ファカールについて。 SP ファカールは主に警戒が必要な高難易度向けのキャラです。現状出番こそ選びますが共同号令を使える数少ない貴重な存在でもあります。特にマップ上を動き回る SP ヌンガルとの相性は良いので手に入れた際は共同編成や警戒パーティーなどでぜひ試してみてください。以上で今回の SP ファカールの解説は終了となります。ご視聴ありがとうございました。
良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。